FTG の初心者講座7回目です。今回学ぶのはキャノンショット。キャノンショットの発動条件について、ゴールの正面にいる、あるいは斜め45度のポジションに位置する。これが1つ目の条件。2つ目は、ゴールキーパー以外の守備がシュートコースに存在しないこと。キャノンという名を冠する割には、守備を吹き飛ばすほどの威力はなく、むしろ繊細なイメージです。そしてキャノンショットには天敵がいる。それは、スイーパーです。細かく移動し、コースを塞いでくる。一方、キャノンショットを打つ絶好の場所がある。それは、ペナルティーエリアへの侵入。ここはキャノンショットの発動条件を全て満たす。しかし、ゴールキーパーのストロングセーブで対抗が可能。打てたとて、高確率でゴールとは言えず、使いどころさんは難しいスキル。それでは実践です。残りアクションは2回。とりあえず、ポジショニングが大事。私は斜め45度を好むので、右下にドリブルする。発動条件を満たしているので、キャノンショットを打つ。別解です。当然正面でも OK。できるだけゴールに近づいて、キャノンショット。実は、キャノンショットの利点として、射程による威力の低下がありません。このように、あえて距離を取っても、同様にゴールを決めることができる。実際は試合中だと守備がいるので、長射程で打てるケースはほぼないです。次の課題です。残りアクションは2回。ボール保持者はスルーパスが可能。上にいる選手はキャノンショットが打てます。しかし、スイーパーが邪魔ですね。ここはスルーパスを活用したい。おなじみのオフザボールの動きです。下の選手もキャノンショットが打てるので、斜め45度に位置してもらいましょう。スイーパーが移動しますが、シュートコースはガラ空きです。成敗。キャノンショット、最後の課題です。残りアクションは2回。ボール保持者はロングパスが可能。この選手はスキルを持っていない。この選手はキャノンショットが可能。しかし、守備陣がゴール前を囲み、選手の位置も悪く、最悪な状態。一方、明確な活路は見えている。キャノンショットを無条件で打てる場所とは、そう、ペナルティーエリア内でしたね。オフザボールの動きが大事。このポジションならロングパスの射程内。最後は、思い切ってゴールへ蹴り込む。股抜きについてお話しします。スピード感のあるドリブルスキルです。相手の股にボールを通して抜き去る。移動距離は2から3タイルを選択可能。さらに敵を抜くと基本能力が 1.5 倍アップ。股抜きからゴールキーパーへの勝負を仕掛けたい。ただし、発動条件はやや厳しい。原則、左右にしか仕掛けられない。検証の結果、斜め方向は NG。加えて、縦方向も無理でした。ウインガーの縦の切り込みは、カットインを使ってねってことかな。故に、最終ラインの敵は股抜き不可。なぜなら、抜いたらラインを割るので、レインボーフェイントは8方向に行けるので、比較すると股抜きは使えるケースが減る。むしろ、レインボーフェイントが汎用性高すぎ。それでは実践です。残りアクションは2回ですが、最初に敵と左右に隣接する必要があり、1タイル離れたところから発動できてもええやん、と思わないでもないですが、2タイル先から股を抜くのは困難。そう考えると、一応の納得はできます。この場合、3タイル先へは移動不可。ゴールキーパーの前で止まりまして、バフを含めた高い精度で挑む。まあ、こんなものだろう。別解、カバーショットでも OK。次の課題です。残りアクションは2回。ここから斜めに股抜きしたいけど、残念ながら不可能。悲しいな。まずは左右の関係性を作りましょう。現実では起こりがたい挙動。今回は3タイルいけますね。一気にペナルティーエリアに侵入。今回はピンポイントショットでも精度がギリです。これには一応の理由があって、股抜きでペナルティーエリアに入らないケース。これを失敗扱いにしたいからです。股抜きの最後の課題です。残りアクションは2回。これはなんとなくの流れでいけそう。ちなみにここで右にドリブルは不可。原因は不明ですがコントロール不足なので実際はボールを奪われるだけです。そこで上か下に股抜きを仕掛けたい。守備陣の能力は同じなので好みで。私は下から進めます。股抜きの発動条件を満たし、ズバッと抜き去りましょう。あとはシュートを決めるだけです。3つ目の課題、工事完了です。別解、上からでも問題はありません。カバーショットでも大丈夫です。次回は素質のお話をします。スキルの説明の時に先走っちゃった。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。